こんばっちくー、テリアモン女子です。早速だけど10月2日から発売開始したデジモンストーリータイムストレンジャー、最高のゲームですよね。僕もすごくやってるファームが楽しくて、実は12月初旬この段階だともうクリアしてると思うんだけども、どこまで行っていいんだろうね僕ね、結構ラスボスに行くまでを楽しんでしまうから、ラスボス会っちゃうともうだってこのストーリー終わっちゃうでしょ。そうすると寂しいから結構そこの段階を長く楽しみたいタイプなので、12月にはクリアしてるかもしれないけど、まだストーリー楽しめますという感じでございます。ということで本日はデジモンストーリータイムストレンジャーにまつわる企画やっていきますよ。今回の企画はこちら、みんなでデジモンストーリータイムストレンジャー総選挙。はい、今回はテリスナーの意見が聞きたかったので、事前に X で呼びかけまして、デジモンストーリータイムストレンジャーにまつわるアンケートを実施いたしました。みんな知ってるかな。そのアンケート結果を集計してテリスナーみんなのゲームにまつわる好きのランキングを作ったので発表していきたいと思います。熱量のあるコメントもたくさん届いてますよ。みんなアンケートに答えてくれてありがとう。実は僕もアンケート答えてます。だってデジタルだから答えられるでしょ。僕はメジャーといいから見つけまして、これは僕が書かなきゃと思って1票投じておりますということでアンケートのテーマこちらの4つでございますよ。メインキャラクター部門、パーティーメンバー部門、好きなエリア部門、デジライド部門、4つです。さらにこのアンケートは海外のデジモンファンにも答えていただいてます。海外の皆さんも見てくれてるってことが分かってるし、プレイしてくださってるっていうのも分かってるので全部さらっていきたいと思います。そしてゲストのみんなにも来てくれたよ。さんおちさん、デジカシャン、ハラシャンです。じゃあさんおちさんから。こんばっちぐーさんおちスタッフです。よろしくお願いします。お願いします。そしてこんばっちぐーデジカです。よろしくお願いしますデジカシャン元気ある？大丈夫？年末だから疲れてるんじゃないの？元気出していこう。そしてこの方、はい、デジモンストーリータイムストレンジャープロデューサーの原と申します。本日もよろしくお願いします。お願いします。原さんだ。3人ともよろしくしたいんだけども、ここからはなんとさんおちさんが MC をしてくれるって。じゃあ僕寝ててもいいのかなお菓子でも食べながら動画見てる気持ちで大丈夫？いや全然会話に参加してください。あ、全然参加喋ってはするよ。だって僕も一人のデジモンのオタクとして、はい、アンバサダーです。そうだね。アンバサダー兼オタク。はい、ね、よろしくお願いします。お願いします。一個大きな注意事項といいますか、ここから先ちょっとゲームのネタバレを含む内容もあるかもしれないという。はい、知れないのでまだまだ未プレイの方とかはちょっとご注意いただければというふうに、ぜひ見ていただきたいんですけれども、そのちょっと前提だけはご留意いただければというふうに思っております。アテンション。はい、アテンション。それでは総選挙の結果を見ていきましょう。テリアモン助手研究室。まずはですね、アンケートの投票数というかその回答数を振り返っていきたいんですけども、なんと国内2764票、海外2091票、そう同じぐらいだ。そう足し上げるとですね4855票でした。ありがとうございます。みんなありがとう。突然さらっとやって、でしかも別に回答いただいたからといって何かを提供するわけでもないので、本当に多くの方々に回答いただいて本当にもうありがとうございますしかないですね。全部読んでる。いやそうですよね。本2、3冊読んだ気分で大変でしたよね。すごい熱量でずっとうなずいて、分かるってうなずいてますし、本当にありがたいことでお答えいただいた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。では早速入っていきたいと思うんですけれども、まず1つ目の部門は
メインキャラクターはい。こちらはストーリーの本筋に大きく関わっている人間デジモン問わず好きなキャラクター1体に投票してもらいました。皆さんちなみに思い出に残ってるキャラクターとかっていますか？テリスケいかがですか？あれこれテリアモン助手っていう回答ってありましたっけ？いやなかったですね。ないよね。はい。だからストーリーの本筋に関わるキャラクターということで。あれストーリーの本筋ではない。勝手に自宅に入り込んできたやつっていう。過去一早い原さんの即答でしたあね。れだって入ってないですね。あれだけはもうはっきり言いますけど後で追加しましたからね。それは本筋じゃないよねっていうの。本筋ではない。なのでちゃんとメインキャラクターをプレイしたまでで考えながらこの子が好きだなっていう投票させていただいたので、テリスケの回答、回答と言いますか、そのどういうキャラクターが好きですかっていうのはぜひ聞きたい。白木アスナです。おお。その心は？僕はもともとできる女が好き。また名言が生まれたかもしれない。かっこいい女子はやっぱり憧れちまうから。もちろんギオくんも好きだよ。相川ギオも好きなんだけど、僕実はギオモと愛でやってたんだ。みんな伝わるかな。じゃあまた説明がそうこの時の毎回可愛くて強くて凛々しくて、後半に行くにつれていろいろこうアドバイスもしてくれるし、魅力的なキャラの一人だったので、そこのポイントもだろうなって思いました。ポイント高いと思います。ポイント高いんですよ。デジカさんいかがですか？思い出に残ってるキャラクター。僕はひろこです。もともとひろこ好きだもんね。なんかすごく本当にいい人だっていうのがひしひしと感じられてるんで。着眼点が本当に友達思いをそのままこう体現したような子ですからね、本当にもう。なんで僕はこの子好きでよかったなってずっと思いました。間違ってなかった。僕の感覚は間違ってなかった。デジカの視点は間違っていなかった。これちょっと原さんに聞くのはもしかしたら野暮かもしれない。原さんの思い出の残ってる。もう本当なんだろう、もう面白くないではないんですけど、結城団ですね。で誰だ？相川ギオじゃない。相川ギオ。結城相川ギオ。知ってる。もちろんカナンも同じぐらい思い入れは強いんですけれども、やっぱりその冒頭から始まって後半にかけての大どんでん返しというか、大きなやっぱ展開があったわけなんですけれども、いかにそこの驚きを大きくするかとか、辻褄合わせどうするかとかいろいろ考えた結果、個人的には本当に好きなキャラクターに、仕上がったんじゃないかなという、いろんな思いがあるというところですね。以前その番組でテリスケも言ってたそのスペース警察の下りの時に、原さんがでもこれにはちゃんと訳があるんですって言ってたことを覚えてて、ムムムってなって。そうですね。これはもうね、僕は正直ドキドキしてたんですよ。そういうコメントいっぱい来てます。あの時の原さんの気持ちどうだったんだろうみたいなのは見ました。僕その方のコメント見ました。そうだ、エゴサしてるんだった。はい、めちゃめちゃしてるんで、そのコメント僕もちろん拝見してますね。もうその通りで。なんならもうカットをちょっと相談しようかと思いかけたぐらいだったんですけども、最終的にはスペース警察ですし相川ギオだからじゃあいいやと思って。何それ普通に面白いからじゃあこのまま行こう。いやすごいな。あれはだから本当にすごい着眼点をされてたなと思いましたね。はい、ということで、結果の方を見ていきたいと思います。ちなみにこちらの回答はですね、日本語でお答えいただいた方と英語でお答えいただいた方の回答を、合算した結果となっております。まず第3位、アイギオモン。よかった。アイギオモン3位なんだっていうのはでもちょっと意外。でも数あるキャラクターの中でアイギオモンがちゃんとトップ3に入ってきたっていうのは、確かに個人的にめちゃめちゃ嬉しいというか、嬉しい安心もちょっとありますね。やっぱりアイギオモンの物語ではあると思ってはいるので、ちゃんと皆さんに
好感を持っていただけたっていうところはすごい嬉しいですね、純粋に。はい。ありがとうございます。このままちょっといきますね。はい。第2位はモニカ・シモンズです。わあ、シモンズ博士。オッケー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 。二回言いがち。このままいくんですけど、第1位発表します。白木あすなです。ほらー、入るって言ったろ。何回投票しましたこれ？一人1回。そんな不正はないっちよ。1回しかやってないよ。1回お願いしますけど。いろんな端末でやろうかとも思ったけど、そこまでしないっていう。まずこの結果を受けていかがですか？原さんからじゃあ。そうですね。はい。まず第3位の愛嬌はい、先ほど話した通りで本当に嬉しいですね。第2位、第1位は想定外です。想定外なんだ。もちろん魅力的なキャラクターであるんですけど、2位1位を飾るかと思って、なんか祈りとダンカナン差し置いてって言うとあれですけど、でも結果としてはそこに入り込んでくるっていうのはすごいなと思って。まだまだオタク的な視点が足りませんな。いやそこでしょうね多分。僕はこれ結構普通だな、普通のランキングだなって予想できた。予想通り。わあすごい。みんなちょっと変人好きだもん。でも仕事ができる2人ですね。もちろん。2人ともそうですね。あすなちゃんはもう普通に多分あそこら辺とあそこら辺が好きだなっていうエピソードをグッて掴まれて、あとこうやっぱ一定数ちょっと物静かなできる女好きな層っていますから。シモンズでいうともちろん変態的なところを持ちながらも天才科学者、そうそう天才マッドサイエンティストではなく本当にいいなんでしょうね、科学の力をいい方向にちゃんと使ってくれるっていう。途中物語進んでいく途中でこの人は本当に味方なのかっていう目で見ちゃった存在でしたね。そうですね、確かに一歩間違えたら確かにその悪側になる可能性を秘めてるかもしれないですね。なんかスパイ的なものじゃないですけど、もうあり得る立ち回りというかつかみどころのなさみたいなのはあったので。そうですね。そうなんです。ちょっといくつかコメントもピックアップしたいなと思っておりまして、結城かなんに対するコメントなんですけども、男性主人公でも成立するシナリオですが女性主人公で感じていた違和感が物語終盤で評価する快感も良かったですっていう。深いコメントですね。でも深いです。これ何週かされてる方なのかなってちょっと読みながら思ってました。これはなるほど。あとちょっと海外からのコメントというか投票に対するコメントも来ていてですね、ウェヌスモンに対する投票のコメントなんですけれども、敵であるタイタン族の反魚モンを全てをかけて救ったところ、結果救った側救われた側がどちらも物語の重要デジモンに進化したのが感動しました。でリスケが深くうなずいていい話だったよ。いいところでしたね。反魚モンのところ。そうですね。これでも結構 X でも評判いいっていうとあれですけどすごいなんか人気な2体の物語が好きだとコメントしてくださる方は結構拝見してますね。なんか時大きく物語が中盤来たんだっていう感覚すごいあったので、結構そういった意味でも多分そうですね。そこからちょっと遊び方がぐっと大きく変わるところというか、ようやくタイムストレンジャー感が出てくるようなタイミングかなと思いますね。ですね。モニカ・シモンズに関する海外からのコメントもこれさっきテリスケが言ってたことに近いと思うんですけど、すごいオタク気質ですごい賢くてすごい面白いのにカリスマ性もある、愛してますって言ってました。こういうことなんでしょうね。そういうことですね。でも好きなんだろうね。わかるよ。しみじみして天体だけどもこういうところがあってみたいな二面性を持つキャラクターっていうのは人気が出やすい。何に関しても天才的な気質を持っている方っていうのは一つのことにのめり込むことが多いですので、人からはちょっと変わった人かもしれんって思われてしまうけれども、やはりある種の才能ですからそれも。というのが最初の結果でした。で、2つ目の部門はですねパーティーメンバー部門です。ほう。はい。
こちらはバトルや連れ歩きなどで完全体究極体など一部絞って上位3体までのデジモンの投票となります。ちなみに今回も結果の発表自体は、日本語でお答えいただいた方と、英語でお答えいただいた、海外の方と合算した数字になっております。まず第3位ベルスターモン。いやまあ来ますよね。まあ入りますね。テレケンでもフィーチャーしてますからね。フィーチャーというか開発現場潜入の時に出てきてますから。エゴサで一番出てくるデジモンですね。そうなの？ベルスターモン？一番出てきます。それ海外でもみたいな、英語とかでも調べたりするんですか？英語でも調べてますね。どうでしょう、調べると国内のが多い気がしますけど、もちろん海外でもありますので、いや大人気ですね。第2位はですね、同率なんですけれども、アルファモンオーリューケンとベルゼブモンブラストモードです。同率ってすごくないですか？何千票で何千票で1の位もぴったしってことですか？すごいですね。そうです。アルファモンオーリューケンがでもあんだけ、いや私もX よく見てるんですけど、ベルスターモンよりアルファモンオーリューケン多いんだっていうのは結構純粋に驚きでしたね。そうですね。やっぱりアルファモンは前作のサイバースルースの力もやっぱ大きいかもしれないですね。そして第1位はオメガモンでした。そりゃそうでしょう。すごい。しっかり飾りましたね、1位を。さすが。しっかり入ってきました。さすがオメガモンさん。テリスケいかがですか、この結果を受けて。僕もオメガモン投票してます。王道だからみんな投票するし、外そうかなって思ったんだけど、でもそれを外したらもうテリスケじゃないなと思って入れちまった。でもね、3点投票できますしね。そうそう。まず入れますね、やっぱり。入れた。いかがですか、原さん的に。でも本当に王道というか残るべくして残ったこのトップ3、4そうですね。4ですね。そうですね。同率は。ベルゼブモンとベルゼブモンブラストモード。2体分かれてるのにどっちもちゃんと上位に入ってくるっていうのが。そうですね。ちなみにベルゼブモンは4位でした。なのでそうなんですよ。なるほど。いやすごい。なのでこれ合算したらちょっとまだ見てないんですけど、ワンチャンオメガモンを超える説はありえます。3体今回投票できるからどっちも入れてるっていう方は多いかもしれないですね。ちょっとコメントの方も紹介していきたいと思うんですけれども、ラストティラノモンに投票した方、ずっと一緒だったからっていう一言。これを超えるものない。これはパーティーメンバーとして一緒だったからってことなのかな。わかんない。人生通してずっと一緒だった。っていうその深みもあるなって思って勝手にその深読みしちゃったんですけど、いや本当に熱い。素晴らしいです。ティラノモンから好きでずっと一緒だったからみたいなのもありえるなと思って。熱いデジモンセイバーズ世代の方からシャイングレイモンバーストモード、ミラージュガオガモンバーストモード、ロゼモンバーストモードの3体が入っていて、セイバーズ世代だからこの3体は絶対にパーティーに入れてます。デジカさんがめちゃくちゃうなずいてます。多くは語らないけどめちゃくちゃうなずいてはいます。いい綺麗な3体ですね。でもあとちょっと海外からの投票を見ていくと、インペリアルドラモンパラディンモード、グレイスノバモン、ベルゼブモンブラストモードの3体を選んだ方が、子供の頃デジモンストーリーサンバースト&ムーンライトを遊んでいて、あの時のアポロモンとディアナモンが 3D でジョグレス進化するところを見れたのは本当に最高でした。あとディアボロモンの逆襲は大人になってから泣かされた初めての映画で、オメガモンの最後の力をインペリアルドラモンが受け取ってパラディンモードになり世界を救うシーンには今もなお心が震わされますというコメント。あとベルゼブモンについてはデジモンテーマズでの活躍が忘れられず、アニメ史上最も素晴らしい成長曲線を描いたキャラクターだと思いますっていう。ブラストモードへと変貌を遂げた時の感動は大抵のエピソードが全部熱い。そうです。素晴らしいです。すごい量のでも本当サンバーストムーンライトの頃からのそうですね。ファンの方ということで、結果を受けていかがですか。でも
今のコメントを含めてなんですけど、パラディンモードになり世界を救うシーン、インペリドラゴン、これ何でしょうね、こうかっこよくて泣くってあんまないと思うんですけれども、確かに、はい、テリスケも深くうなずいてますね。貴重というか、はい、素晴らしいコメントだなと思いますね。いいシーンですもんね。いいシーンでしたね。という結果でございました。はい。続きまして3つ目の部門です。3つ目の部門は好きなエリア部門です。こちらは現実世界やデジタルワールドなどあらゆるマップの中から好きなもの一つに投票していただいた部門でございます。皆さん思い出に残ってるエリア、テリスケいかがですか？やっぱアビスエリア、海のエリアの美しさとこの深いところと浅いエリアの違いとか、演出とか、上からホエームが覗いてくるとか、あそこのびっくりとか、いろんなびっくりがあったから、このマップはすごく好きだなって思ってました。めちゃくちゃ綺麗ですよね。私もアビスエリアなんですよね。一緒だ、マップたち。今シャッターところまあそうですし、シンプルに美しいっていうと BGM が僕個人的に結構ハマってて、はい、それも相まってすごい良かったなと。デジカさんいかがですか？僕もアビスエリアなんですよ。みんな大好きアビスエリア。初めて行った時に、やっぱ海綺麗だなっていうのはあったんですけど、日差しとかで明かりが強くなってて、結構それの状態でデジモンを見た時にすごく生き生きしてるように見えたんです。風景と一緒にそのデジモンが結構しっかりなんか違う表情に見えたのが印象的で、すごいここのエリア楽しいなっていうのをその時感じました。大人気ですね、アビスエリア。すいません、ちょっとまた盛り上がっちゃったんですけど、結果発表、今回も海外と日本での結果を合算した数字となっております。まず第3位はここで来ました、アビスエリアです。3位か。3位なんですね。でもなるほど。このスタジオでは1位。このスタジオでは1位ですね。確かに。スタジオじゃない、この研究室では1位だ。この研究室では1位ですね。我々お邪魔しに来てます。続きまして第2位は時の狭間劇場でございます。ここも綺麗だよね。結構過ごす時間長いみたいなのもあるのかな。ごめんなさい。そのまま栄えある第1位はどこだろう。もちろんセントラルタウンでございます。ありがとうございます。ハラクリモンメルクリモンですか？メルクリモンですか？もうなんかマージして一つになっちゃいそうな。違いますから、怒られちゃいます。確かに。確かに。ちょっとコメントの方を紹介していきたいと思うんですけれども、セントラルタウンで投票された方、テリアモン女子がいてアイテムをくれたのが印象深い、コンバッチグーという。ありがとうございます。僕お邪魔してます。あとアビスエリア、我々も先ほどちょっとお話していたんですけれども、アビスエリア投票された方のコメントで、過去のアビスエリアにここ落ち着くなと青い海を見て独り言を喋っているのんきなムーチョモンがいるのだが、8年後同じ場所にいると同じムーチョモンが変わり果てた海を見てうつむいていた。とてもいたたまれない光景で争いの切なさが詰まっていたということで、しっかり見ていただいてますね。しっかり見て、これ喋れないんですよ。会話できなくてポップアップでいいのかな。でセリフがこう出てくるだけと言ってはあるんですけど、そうなんです。近寄った時にそれが見えるだけなんですけど、なんか結構ちゃんと見てないと。見ようとしてしまう。そうですね。でパッパこうすぐ切り替えられたら分かりますけど、ちゃんと覚えてないとそれ気づけないじゃないですか。そうなんですよ。いや素晴らしいです。ありがとうございます。いやめちゃくちゃいいコメントで、海外からのコメントでこれもすごい私素敵だなと思ったんですけど、新宿に投票された方、デジモンと一緒に日本を旅行できて最高だった。最高のコメントだ。最高のコメントです。本当に。そうですね。やっぱり海外の確かに逆にその海外のとある場所を舞台にしたゲームとか、まあ楽しいですからね。楽しいですね。きっとこうなんだろうなみたいなのがあると思うので、リスケもさっきファームが楽しいって言ってましたけど、時の狭間劇場とかは結構行ってますよね、きっと。めっちゃ行ってる。めっちゃ行ってる。そう序盤の時にやっぱりちゃんと時間計られちゃうから、そう計られちゃうから、そう30分とかって
って思いながらで、あと5分とか言われると、あれあと5分って短いのか長いのか分からない、次のストーリーに進めちゃうとまた中途半端にやんなきゃいけないとか思って、その間僕はスクワットしようとかなんかいろいろやってるともうね、無限に本当時間泥棒なんです。無限にいっちゃいますね。タイムストレンジャー時間泥棒。はい、すごいファーム使っていただいてますね。すごいな。めっちゃやってるよ、楽しくて。いやというところでございました。はい。最後の部門に移ってまいります。最後はデジライド部門です。本作特有のデジモンに乗ってフィールドを移動するデジライドですが、そのデジライドができる好きなデジモン1体に投票する部門でございます。皆さんデジライドするときどのデジモンにライドしてましたか？テリスケいかがですか？一番ライドしてるのは誰かって言ったらやっぱパーティーメンバーに入れてる子だから、団長レオンもいるし、タイタモンも乗せてくれるよ。タイタモンパーティーに入れてるんですね。入れてる。この物語を体験するとタイタモン好きになるだろう。はい、なりますなります。明確になった瞬間がありました。そうだろう、だから入れさせてこき使わせていただいてまずちょっと結果の方、日本と海外合算で見ていきたいと思います。結果発表です。第3位はなんとエクスティラノモンで。あれ、エクスティラノモン来た。でもこれは可愛いよね。これはそうですね、中に入るやつ。中に入るやつ、中に入れるんだっていう意外なこと。で続けまして第2位、なんとベルゼブモンブラストモードです。これもうベルゼブモンブラストモードさっき投票した人たちがメダ投票してんじゃないの？大人気。このままいくんですけれども、第1位栄えある第1位、なんとベルゼブモンでございます。いや強すぎる。しまったですね。ちょっとこれは一人1票にしとくべきでしたかね。そうかもしれないですね。なるほど。そうかもしれないですね。はい、まあそりゃバイク乗れるのが一番気持ちいいですよねっていう。もう気持ちいいですよね。ちょっとコメントの方も紹介していきたいんですけれども、まずこれ日本からのコメントでデーモンに投票された方で、最初に選んだピコデビモンが、7大魔王デーモンになり、優しく抱えられながら移動する姿が愛らしく思えた。なんかすごいシチュエーションが想像できましたね。なるほど。いい話だな。7大魔王でデーモンで凶悪なんだけれども、やっぱり最初の選んだピコデビモンだから、その絆がしっかり出来上がってて、そうですっていうなんかこう物語がうちの子は大丈夫っていう本来ならすごい入ってきますね。はい、なるほど。いやそうなんですよ。いいコメント。いいコメントなんですよ。あとペガスモン、ベルゼブモン、ブラストモード、ルーチェモン、フォールダウンモードに投票された方、ルーチェモンはストーリー中に使っていたので愛着から選びました。ベルゼブモンはバイクの移動でもバトルでも重宝しました。すんごい速い。すんごい速いです。あとペガスモン、これ多分ストーリーの中でも出てくる個体のお話でもあるんでしょうけども、ペガスモンはいつでも俺たちを乗せて重要な場面に駆けつけてくれるので、ビッグラブというところでございました。はい、いい発音。頑張りました。あと海外からのコメントでこれちょっとぜひ紹介したいなと思ってるんですけれども、エクステラノモン、ガードロモン、サブマリモンに投票された方なんですけど、コメントがですねサブマリモンに関する言及なんですが、昔私の家庭がとても貧しかった中で父がサブマリモンのおもちゃを買ってくれたことを思い出しました。お店にいた時は高すぎて買えないと言われたのですが、クリスマスに父がサプライズでサブマリモンのおもちゃを渡してくれた時の感動、その父から受け取った時の感動を思い出しましたという。これなんかもう次元が違ういい話。いい話すごい話ですよ。これちょっとこれは逆にもうコメントするのがもうなんかもう恐縮しちゃうぐらい素敵なお話ですね。これもう25年以上続いているこのデジモンだから ならではのエピソードってすごく感じましたね今。そうですね。以上でデジモンストーリータイムストレンジャー総選挙を終わりたいと思います。ご回答いただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。テリアモン助手研究室通行って結果は以上になるんですけれども、ハラクリモン、未来の話をしようじゃないか。未来
12月にもなりましたし、そろそろ DLC の話を少しくらい聞かせてくれたっていいんじゃないのかい？はい、そうですね。じゃあせっかくの機会ですので少しだけお話しちゃいたいと思います。ありがとうございます。 DLC1 弾2弾3弾今発表させていただいてるんですけれども、それぞれですね5体の究極体デジモンの進化が解放されるのと、さらにそのデジモンたちとゲーム本編にも登場した人間キャラクターが活躍する1時間ほどの追加エピソードも楽しめるようになってます。やったー。 DLC1 弾ではすでにもう公開させていただいてるんですけれども、ブリッツグレイモン、クーレスガルルモン、オメガモンズワルトディフィート、オメガモンアルタ S、オメガモンアルタ B の5体と人間キャラクターはクレイミー、コウダイが活躍しますと。で以降の DLC ではまた別のデジモン5体とまた別の人間キャラクターが登場することになります。はい、各 DLC はいずれも、ですね1体のですねとあるデジモンが引き起こす事件を中心に物語が展開します。はい、でどの DLC でも遊んでも共通のその敵1体と対峙することになります。はい、でなんですけどそれぞれ独立したお話になっているので、1段からじゃあ順番に全部遊ばなきゃいけないかというと、そういうわけではないですね。で要はシーズンパスとして3つセットを販売させていただいてますけど、まとめて購入しなくても、お気に入りのこの5体のデジモンセットだけ欲しいっていう方も、安心して遊んでいただくことができますので、単独で購入っていうのも全然検討いただければというふうに思っております。わかりました。どう遊ぶかみたいなところなんですけども、DLC の狭間劇場からアクセスすることができるようになってます。ミレイの案内のもと特別な空間へ向かうことになるんですね。で狭間劇場に入れるタイミングであればほぼいつでもプレイすることが可能になってます。確かにたまに今はいけませんって言われるよね。物語進めてる時とか。そうですね。その時はちょっと遊べないんですけど、大体ゲーム全体を通して遊べるようになっててなんですけども、やっぱり一部ゲーム本編のネタバレも含んでたりするので、物語の途中で入った時に、そんな話あったんだみたいなのが一部あったりもするので、だとかあとは敵の強さもその本編クリア推奨難易度になってますので、その点はご注意いただければなと思っております。はい、でもちろん追加エピソードをクリアしなくともDLC を購入いただいた時点で究極体デジモン5体の進化の解放はされますので、そうやってご安心いただければというふうに思っております。エージェントのレベル関係ないんですか？エージェントのレベルは関係はありますね。はい、やっぱ究極体っていうところで、そこはしっかりストーリー進めないとって感じだね。いけないところではあるかなと思ってます。DLC1 弾は近日中に配信できる見込みになってます。以降の DLC2 弾3弾についてもですね、そこまで長い期間を空けずに皆様にお届けできるんじゃないかなというふうに思ってますので、引き続き楽しみにお待ちいただければと思います。はい、楽しみに待ってます。はい。ちなみに DLC では計15体のデジモンが追加されると思うんですけども、それでもう終わりなんですか？ケリスケまだ出てません。いやそうですね。まだ出てません。マブダチなのに。テリスケプレイアブルか。プレイアブルか。DLC そうですね。もう2弾3弾とはもうデジモンのラインナップはもう確定しちゃってまして、そうだよね。15体知ってたもんね。そうですね。開発も進めちゃってるんですよね。でもさ、ほら今回さ、アンケートに答えてくださった方もさ、めちゃくちゃ多かったじゃないですか。いや本当にありがたいですね。はい。どんなデジモンが今後のゲームに登場してほしいとか思ってるのか、僕気になっちゃってるんだよ。今後のゲームの話。やっぱり常に僕も気にしているところではあって、そうですね。テリスケはテリスケを実装してほしいっていうのがよくわかりますけど。テリスケはテリスケを実装してほしいです。大事なことなんで何度も言う。もう十分すぎるぐらい伝わってるんですけれども、そのユーザーの皆さんが今後そのデジモンゲームで育成できるようにしてほしいとか、活躍が見たいとか、思ってるデジモンはやっぱり気になってるところは常にあるので、今後の機
画を検討するっていう意味ではそうですね、ぜひなんかまたそういったお話聞けたらいいなとは思いますけどね。はい、よし、わかった。僕はデジモンアンバサダーなんでこれ企画させていただきますよ。はい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 、テリスナーのみんなはじめ僕の番組見てない方でもいい、アンケートとか取って、はい、このデジモン出してほしいっていうのを集計するよ。ほう、いやすごい気になる。それは聞いてみたいです。じゃあそれまとめたらぜひ原さんに上申するね。はい、でもそれでも絶対多分あれですね、それテリスケ自分で1000票ぐらい投票しますね。その不正はもしかしたらあるかもしれない。でもそれぐらい許してほしい。いやまあでもまあ結果出ちゃったらでもそれはしょうがないですからね。それは。でも数字を直すかもしれない。テリアモン女子だけ1億メジャーになっちゃうから可能性がある。まあでもそこら辺は置いといて、でもこのアンケートは絶対僕が威信をかけてやらせていただくので、ぜひその際はみんな協力してね。よろしくお願いいたします。改めてデジモンストーリータイムストレンジャーは好評発売中です。詳しい情報は概要欄または公式サイトでチェックしてみてね。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメント欄でみんなの好きなキャラクターやエリア、デジライド、さらに今後追加してほしいダウンロードコンテンツもあればコメントしちゃおう。そして X 過去旧 Twitter でもハッシュタグハローテリラボをつけて感想やツッコミなどなど何でもポストしてみてね。今日はこの言葉でお別れいたします。プラズマステーク、バイバーイ。